品質管理業務で不良分析のツールでパレート図というのがあるがよくわからない。具体的にどうまとめていけばいいのかわからない。教科書的な意味だけじゃ腹落ちしないといったことはないでしょうか。この動画ではパレート図って何、具体的な作成方法は、実務でどう使えばいいのといったことを解説していきます。早速ですが、具体例として、機械加工でバルブ部品を生産している工場があったとします。不良が発生した際に、どのようにデータをまとめたらいいでしょうか。製造業の工場で発生する問題は、日常的によく発生するものから数年に一度しか発生しないものまで様々なものがあります。一方、実際に取り組める問題は時間や人数などの制限から限られており、すべての問題に対処することは現実的ではありません。どの問題から手をつけるべきなのかを知るための道具として、パレート図は有効です。部品の不良損失金額について、パレート図を作成しながら見ていきましょう。まず、パレート図とはどういうものなのかについて説明します。まず、先ほどの表における傷や打痕といった項目それぞれにおいて、発生個数などの数値を表にまとめます。次に、数値が大きい順にこの表を並び替えます。ここでは、項目 C が8と一番大きいので、C が一番上に来ます。次に、表の内容をグラフに変換していきます。ここでは、大きい順から C、E、A、F、B、D とグラフ化していきます。グラフの中身は棒グラフと折れ線グラフの2つあります。オレンジ色の棒グラフについては C なら8、E なら6とそれぞれの数値が表示されます。一方、赤色の折れ線グラフにつきましては、大きい項目順からの累計の割合が表示されます。具体的に申しますと、例えば項目 C の割合が 40%、項目 E の割合が 30% の場合、グラフで一番左にある項目 C の時は C の割合そのものである 40%、2番目の項目 E の時は C の割合 40% に E の割合 30% を出した 70% を折れ線グラフにて表示させます。ちなみに項目 A の時は C の割合と E の割合と A の割合を合計したパーセント。一番最後の項目 D の時はすべての項目を合計するので 100% となります。パレート図の基本を押さえた上で、改めて今回の不良データをパレート図にしてみます。傷や打痕といった不良項目それぞれについて、不良数、1個あたりの損失金額、そして合計の損失金額をまとめています。結果、各項目それぞれの合計の損失金額によるパレート図はこのようになります。寸法違いによる損失金額が一番大きいものとなりました。一方、損失金額ではなく、不良の個数によってパレート図をまとめるとこのようになります。この図では、寸法違いは3番目に大きな項目になります。このように、何に注目するかによって同じ事実でもパレート図は変わってきます。例えば、不良による経営への影響が知りたい場合は、損失金額によるパレート図を利用し、一方、工場にて不良対応によるチョコ定を少なくしたい場合は、不良数によるパレート図で判断するなど、目的によって使い分けが必要です。次にデータを分けて考えるとどうなるでしょう。各不良数のデータは、実は機械1と機械2の2つの機械から生産された製品のデータであり、機械ごとの不良数は上の表の通りだったとします。機械1と機械2それぞれにおいてパレート図をまとめると下のような図になります。
機械1での不良は傷や打痕が多いのに対し、機械2での不良は寸法違いが多いです。機械加工の量産では一般的にプログラムや時工具の調整を行う段取り業務と1個ずつ機械へ材料投入を行う脱着業務に分かれます。機械1では傷や打痕の不良が多いのは脱着業務に問題がある可能性があります。一方、機械2では寸法不良が多いのですが、それは時工具の調整を行う段取り業務がうまくできていないからなのかもしれません。このように製品全体ではなく生産する機械ごとに分けて調査を行うことによって新たな発見がある可能性があります。先ほどの事例ではデータを分けて考えることで見えてくるものがあるという話をしました。このスライドでは逆にデータを足し合わせることで見えてくることもあるという話をします。今、製品1と製品2をそれぞれ機械 A、機械 B で生産するとします。この時の各生産数と不良数を表に示しています。製品1のみに注目すると、機械 A の不良率は 5.5% である一方、機械 B の不良率は 7.0% であり、機械 B の方が不良率が高いです。製品2のみに注目すると、機械 A の不良率は 3.5% である一方、機械 B の不良率は 4.0% であり、こちらも機械 B の方が不良率が高いです。ともに機械 B の不良率の方が高いですが、製品1と製品2の合計に注目すると、機械 A の不良率は 5.1% である一方、機械 B の不良率は 4.3% となり、機械 A の方が不良率が高いです。これは機械 A と機械 B で主に生産している製品が異なることに起因しています。機械 A は不良が出やすい製品1をメインに生産する一方、機械 B は不良が出にくい製品2をメインに生産することから、上記のような逆転現象が発生します。このように部分に分解された結果だけを見て、全体でもそうだろうと直感的に思ってしまいがちですが、場合によっては全体では異なる結果となる場合があります。分析手法とは基本的に全体を分けて考える手法ですが、一方で木を見て森を見ずとならないように取り扱いには注意が必要です。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。概要欄ではこの動画の内容を PDF でダウンロードできるリンク先を貼っていますので、興味のある方はクリックをお願いします。今後も役立つ情報を発信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。